今回は妄想の垂れ流し動画です。根拠がめちゃくちゃ薄いんだけれども思いついちゃった仮説をご紹介していきたいと思います。まずはマレニアから。実はマレニア、身ごもっていたのではないでしょうか。義手剣士の伝承というタリスマンに疑惑の絵が彫られています。英雄の伝承が刻まれたタリスマン、技量を高める。生まれながら宿儺に侵された少女は死と彼の流水の剣と出会い、無双の翼を得たという、このタリスマンに彫られている絵をよーく見ていただきたいんですが、なぜか流水の剣士と義手剣士両名がですね、手を取り合っているんですよね。これはちょっと怪しいですよね。流水の剣士っていうのはマレニアに流水の剣技を伝授したと語られている人物です。腐敗に対抗することのできる剣として流水という技、伝承があったようですね。しかしただの師弟関係であるならばタリスマンに手を取り合っているような描かれ方はしないはずではないでしょうか。もしかするとこの2人は男女の中にあったのではないかと考えられます。そしてマレニアがラダーンと相打ちになった時、腐敗の花とともに実は身ごもっていたマレニアの体内の子供たちも産み落とされたのではないでしょうか。ゲーム中ミリセントのイベントを進めることで登場する4姉妹たち、彼女たちはマレニアの分け身であり、実は本当の子供であった。もちろんミリセントも同じように、もしかしたら彼女たちはゴーリーと同様に腐敗の中から無限に生まれ続ける運命なのかもしれません。お次は月に関する妄想。狭間の地のほぼどこからでも見ることのできる月。巨大で美しいですよね。特に満天の星空の下、黄金樹の傍らにそっと寄り添うような月は最高にエモいです。しかしこの月、見れば見るほど違和感を覚えてきます。というのもずっと三日月のように欠けており、位置が変わることもありません。リアルな月とは大きく違うようです。そして月の光っていない部分、そこをよーく観察してみると、うっすらと輪郭が見えてきます。なので、狭間の地の空に見える月は丸い形をしているんですね。しかし光っている部分は一定の領域部分のみ。そもそもこの光っている部分、どうやって発光しているのでしょうか。朝も昼も夜も同じ部分が光っているところを見ると、反射光ではなさそうなんですよね。だとしたら月そのものが発光している。そう考えてみると面白そうです。狭間の地では自然発光している物質っていうのはいくつか存在しています。一つは結晶石です。実は空に見える月っていうのはその表面が結晶で覆われており、隕石の衝突か何かで半分以上の結晶石が砕け、狭間の地に降ってきた。だからこそ月の隕石が衝突した部分っていうのは結晶がなくなり暗くなった。そして残りの部分は結晶が健在なので光っている。それが三日月っぽい形に見えるのではないでしょうか。そして砕けた結晶は狭間の地に降り注ぎ、レアルカリア学院やカーリア王家の魔術の源流となった。こう考えることもできます。そしてもう一つ、月が巨大な建造物であるという考えです。狭間の地の各地で見ることのできる巨大遺跡の痕跡。この遺跡から採取できるアイテムで遺跡石とか神殿石というものがあります。この遺跡石は光を帯びやすい性質を持っており、気筒を施すことで自ら発光したりします。もしも月がこの遺跡石でできていたとしたら面白いですよね。例えば月は重力の魔力を帯びた空に浮かぶ巨大な遺跡、巨大な建造物という考えもできます。だとすれば月にも何かしらの文明があり、その文明の一部が狭間の地に落下してきて、それが各地の遺跡の痕跡として残っている。月光の祭壇に月の民とか月の貴族の廃墟がある。つまり元は住居があったことを考えると、リエニエ地区に住む人々っていうのはかつて月から落ちてきた生物の子孫なのかもしれないですよね。そして星見という文化ももともとは月の民がどうやって月に帰還するのかを考えるための習慣だった。その習慣が長い年月をかけて星見という文化として伝わっていった。こういう考え方もできます。もし本当に月が巨大な遺跡群であるならば、一度は月に降り立ってみたいですよね。で、月つながりでもう一つ、月光の祭壇にある月の貴族の廃墟、そこにはびこる敵の体、なぜか腕と足6本あります。
そして地面を這うように襲いかかってくるんですよね。この敵の特徴、何やら見覚えがありませんか？そうです。ストームビル城の主、継ぎ木のゴドリック、そして暗黒の落とし子アステール。もしも月の貴族の廃墟にはびこる敵たちがもともと月からやってきていた、そう考えるならば、ゴドリックとアステールと月の貴族に面白いつながりが見えてきます。では継ぎ木のゴドリックをおさらいしつつ考えていきましょう。ゴドリックは黄金の一族の末裔です。ですが、王とローデイルを追放されています。しかしゴドリックは王とへの帰還を諦めておらず、最初の王ゴッドフレイの掲げる力こそが王たるゆえという格言を胸に、継ぎ木という異形の力に手を出します。継ぎ木は古い縁の力と言われており、その力をまとった姿は周囲におぞましい力、雲などと呼ばれているようです。で、本題はここから。この継ぎ木の力、もともとは月の力だったのではないでしょうか。月の貴族や王族の体が明らかに異形であることからつながりを連想してしまうんですよね。それにレアルカリアやカーリアには傀儡を作ったり魂を取り出して肉体を取り替えたりと、肉体に対する執着があまりないように感じます。そして魔術師塊の存在、何人もの魔術師が圧縮され丸い玉のようになっています。これなんてまさに次と月を結びつける象徴のような塊に見えてきませんか？月の貴族たちがなぜこのような肉体と技術を求めていたかは不明ですが、もしかすると月の世界での神はアステールのような姿をしていて、人々はその姿に近づくために自分たちの体を改造していたのかもしれません。そんな力に目をつけた黄金の一族、彼らは月の力を黄金樹と関連づけるために継ぎ木の力と月の力を定義し直したのではないでしょうか。そうすれば黄金樹の麓に住む黄金の一族としての体制は一応守れます。ゴドリックは王とへ帰還するためなら手段を選ばなかった。周囲に醜いと罵られようが、おぞましい力だと言われようが関係ない。力こそが王たるゆえなのだから。そう思っていたのかもしれません。あと月といったらもう一人重要な人物がいますよね。そう、魔女ラニです。ラニの魂が宿る人形、この人形も腕が4本あって月の貴族と共通点があります。この人形はラニの秘密の師匠である人物がモデルとなっているらしいのですが、もしかするとラニの師匠もまた月の貴族の子孫、もしくは月の貴族だったのかもしれません。この仮説が正しいとするならば、ラニが黄金律2本指に従うことを拒んでいたのはレナラや師匠に関わりの深い月の影響が強かったんでしょうね。以上がマレニアと月に関する妄想でした。週に1回ぐらいは思いついたことを証拠関係なしにアウトプットしていくというのも悪くなさそうです。以上、お相手はヒモニートでした。ではまた。